こんにちは、はるしかです。皆さんお久しぶりです。またもやかなり久々の動画となってしまいました。これからもマイペースではあるんですけれども、引き続き動画を出していこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。では早速本題に入っていきたいと思います。半年ほど前に一人暮らしのルームツアー動画を出したんですけれども、3ヶ月ほど前から彼女と2人暮らしになりまして、家具とか家電とか、あとは暮らしのアイテムとか、そういったものが増えたので、改めて今回は2人暮らしのルームツアーをお届けしたいなと思います。一人暮らし編と重複する部分もあるかとは思うんですけれども、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ちなみに部屋の間取りはですね、バストイレ別の 1LDK で、広さはだいたい45平米くらいになっています。では早速玄関から見ていきましょう。ここではですね、ドアに取り付けてあるマグネットで付けるタイプの収納をいくつか紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、山崎実業のマグネットマスクホルダーを自分のものと彼女のものと2つ並べてあります。小物置きとしても使えますので、自分は時計とバングルを置いてあります。その右側にはマグネットフックに家の鍵と、あと自転車の鍵をかけてあります。続いてドアの右下にあるんですけれども、これも山崎実業の傘立てをマグネットでくっつけてあります。そもそも大きさがコンパクトっていうのもあるんですけれども、かつマグネットで固定できるのでスペースを取らないというところがとても気に入っています。続いてはですね、この玄関から地続きになっている 1LDK にしては結構広めなシューズクローゼットを紹介していきたいと思います。実際に靴を収納しているのは3分の1くらいでして、残りの3分の2はガジェットなどが入っていた主に空き箱を収納してあります。あとはですね、工具とかシューケア用品を無印良品のトタンボックスに収納していたりですとか、エッグバッグを同じく無印良品の柔らかポリエチレンケースに収納していたりします。あとこのシューズクローゼットは結構奥行きがありますので、それを利用して無印良品のスタンドミラーを設置しています。続いて玄関から家に上がってすぐ左にある洗面所を紹介していきたいと思います。この洗面所は手前から洗濯機で、その次に洗面台で、さらにその奥がバスルームとなっています。洗濯機はシャープのドラム式洗濯機を使っています。基本的には乾燥までかけてしまうので、洗濯物を干すってことはめったにないですね。2人とも仕事をしていますので、天気とか時間とかそういったことに関係なく洗濯できるのは本当に嬉しいですね。洗濯機の上には備え付けの棚が1つありまして、そこには脱いだ服を入れるためのバスケットと、あと洗剤とか柔軟剤、あとコンタクトを箱に入れて置いてあります。洗面台には特に変わったものはないんですけれども、一つおすすめするとしたら、このキレイのハンドソープディスペンサーですね。そんなに期待せずに買ったんですけれども、今では欠かせないアイテムになっています。ハンドソープをプッシュする一手間がないだけでとても快適です。値段も2000円くらいで買えますし、持っていない人には全力でおすすめしたいアイテムですね。洗面台の鏡の後ろは収納になっていまして、中には化粧水とかシェーバーとかそういったものが入っています。下の観音開きの収納には無印良品のファイルボックスと、あと収納ケースに排水口のフィルターとかそういった水回りの消耗品を主にしまってあります。ドライヤーは扉の裏側に取り付けたフックに吊るしてあります。この洗面台と反対側ですね、そこに IKEA で購入したロースコグというワゴンを置いてあります。バスタオルとフェイスタオル、それから彼女のフェイスケア用品を収納してあります。その隣にあるのは八幡火星というメーカーのバケツです。バケツとして使うというよりは、耐荷重が約150キロもありますので、スツールとして使うことが多いです。続いてバスルームですね。ここに関しては特に紹介するものもないので、さらっと終わりにしたいと思います。続いてこの洗面所を出て正面にあるトイレを見ていきたいと思います。備え付けの棚が結構高いところにありまして、物を取るのがかなり大変なんですね。なのでトイレットペーパーだけは取り替えやすいように、床に置いてある無印良品のファイルボックスに収納してあります。掃除がしやすいようにキャスターもつけてあります。洗面所とトイレのある廊下の先に1枚ドアがありまして、その先にキッチンとリビングダイニングがあります。キッチンとリビングダイニングを紹介する前にですね、スライド式のドアで区切られている向こう側の寝室を先に紹介したいと思います。寝室は約5畳の広さになっていまして、シングルベッドを2つ置いてだいたい3分の2くらい埋まるくらいですね。ベッドは2つともアイリスオーヤマのエアリーを使っています。ちなみに厚さは9センチのタイプです。
ベッドリネンは2人とも無印良品の洗いざらしシリーズを使っています。ダブルベッド1つではなくシングルベッド2つにした理由としては、それぞれ掛け布団の厚さとか暖かさとかそういった好みが違いますし、やっぱり寝ている時の快適度で考えたらシングルベッドの方が快適なので、そういった形にしました。この部屋には天井から物干し用のポールが2本伸びてまして、物干し竿をそこに通してあります。洗濯物の部屋干しをする時にはあると便利です。続きまして、この部屋には広さが約2畳くらいのウォークインクローゼットがあるんですけれども、そこを紹介していきたいと思います。入って左側が主に自分のゾーンで、入って右側が主に彼女のゾーンになっています。まず左側から紹介していきます。ジャケットとかシャツとかボトムスなどがハンガーにかけてありまして、その奥にはベルトとかバッグとかアクセサリーを S 字フックにかけて収納してあります。その下にはカメラやレンズを収納してある防湿庫と衣類を収納してある無印良品の収納ケースがあります。無印良品の収納ケースは様々なバリエーションがあるんですけれども、我が家で使っているのはクローゼットケースという奥行きが長めのシリーズです。T シャツやニットなどハンガーにかけていない洋服は全てこの中に基本的には収納してあります。ハンガーパイプの上にも収納スペースがあるんですけれども、特にここには収納したいものがないので、とりあえず家電の空き箱を置いてあります。その手前にあるのは無印良品のハンディモップと衣類用のクリーナー、それと服の消臭剤ですね。ディズニーのぬいぐるみは全部彼女のものなんですけれども、実家から厳選して持ってきたらしいです。続いて入って右側を見ていきたいと思います。ここには彼女のジャケットとかシャツとかそういったものがハンガーにかけてありまして、その下にはダイソーで購入した寝具用の収納ケースがあります。使っていない寝具はここに収納してあります。これダイソーで400円だったんですけれども、値段の割には作りもしっかりしてますし、サイズ感がこのスペースに合っているので気に入っています。この隣にある無印良品のファイルボックスとツールボックスなんですけれども、そこには彼女の書類とかメイク道具とかそういったものがしまってあります。このスペースの左側には段の高さを自由に変えられる備え付けの棚があります。一番下には無印良品のファイルボックスを使って書類や PC 関係のガジェットを収納してあります。続いて下から2段目には本を収納してあります。彼女の使っている語学の参考書がほとんどですね。3段目と4段目には無印良品のポリプロピレン収納ケースを置いてあります。このポリプロピレン収納ケースはここに引っ越す前から使っているんですけれども、1段ごとの積み重ね式なので置くスペースによって柔軟に高さを変えることができます。ちなみに上の方にあるのが自分の収納ケースなんですけれども、主にカメラ関係のアイテムとか文房具とかそういったものを収納してあります。そして5段目6段目にはバッグを収納してあります。続いてキッチンを紹介していきます。キッチンはカウンタータイプになってまして、壁側に冷蔵庫と収納棚とあとゴミ箱を置いてあります。冷蔵庫はシャープの左右どちらからでも開けられるいわゆる両開きタイプを使っています。今後また引っ越す時のことを考えると両開きの方がどちらにも対応できていいかなと思ってこれにしました。収納棚は無印良品のスチールシェルフを使ってまして、キッチン家電と食料のストックを収納してあります。この棚にあるキッチン家電は全てバルミューダで揃えてあります。コーヒーメーカーとレンジとポットとトースターと炊飯器ですね。コーヒーメーカーの横にはコーヒーの粉とか彼女が最近ハマっているらしい中国茶の茶葉とかそういったものをキャニスターに入れて置いてあります。収納棚の一番下の段には無印良品の柔らかポリエチレンケースにお米ですとか食料のストックを収納してあります。ゴミ箱は軽価で購入しました。ペダルを踏むと蓋が開くタイプなんですけれども、閉まる時も音が立たないので気に入っています。続いてキッチンのコンロとか水回りの方を見ていきたいと思います。よく使う調理器具はレンジフードにマグネットフックを取り付けてそこに吊るしてあります。カウンターの上には最近ですね、パナソニックの小型食洗機を導入して設置しました。水道直結なので食器と洗剤を入れてスタートボタンを押せば乾燥まで全て自動でやってくれます。音が結構うるさいのが難点ではあるんですけれども、食器洗いに使っていた時間を別のことに使えるのは大きいのかなと思います。あと電源コードとアース線が本体の後ろから出ていたんですけれども、これが白い壁の前にあるとかなり目立ったので Amazon で購入した白いケーブルスリーブで包んで目立たないようにしてあります。
キッチンの上下にある収納スペースには食器ですとかカトラリーですとか調理器具とか、あとはキッチン周りの消耗品なんかを収納してあります。キッチンの横に縦長の収納スペースがあるんですけれども、もともとここはハンガーパイプがありますので、本来は丈の長いコートなんかを収納するスペースなんですけれども、ハンガーパイプに吊り下げるタイプの収納に掃除用品をしまってありまして、その下にプラスチック用とペットボトル用のゴミ箱を2つ置いてあります。上の棚には詰め替え用の洗剤などを収納しています。最後にリビングダイニングを紹介していきたいと思います。2人暮らしになってここが一番変わったスペースですね。1人暮らしの時は自分のデスクが真ん中に置いてあるだけだったんですけれども、家具がいくつか増えたり、あとは変わったりしました。ここまで見ていただいたら気づいているかと思うんですけれども、家具は白かそれに近い色で統一してあります。キッチンのカウンターの前にあるダイニングスペースには食事をとるためのテーブルと椅子を置いています。ダイニングテーブルはこの特徴的な形に惹かれて購入しました。完全な円形ではなく、円の端っこをカットしたような半円形になっていますので、ぴったり壁付けができるんですよね。壁際にインテリアなどを置いても落ちる心配がないので、そこも気に入っているポイントです。あとは2人で席に着いた時の正面でもなく真横でもないこの微妙な距離感っていうんですかね、それが割と気に入っています。テーブルの上にある照明は IKEA で購入したペンダントライトですね。天井にあるコンセントからそのまま真下に下ろしてしまうとテーブルの中心に来ないので、 Amazon で天井用のフックを購入しまして、ライトがテーブルの中心に来るように誘導してあります。テーブルとチェアと照明と全てメーカーは違うんですけれども、白とナチュラルな木目とそういった色で統一感を出すようにしてあります。テーブルの左にはダイキンの加湿空気清浄機が置いてありまして、その電源ケーブルがテーブルの右側にあるコンセントにつながっているんですけれども、ここが結構ごちゃついてまして見た目がよろしくないので、普段はヒーターで見えないようにしてあります。ちなみにこのヒーターは以前の動画でも紹介したんですけれども、プラスマイナスゼロというブランドのヒーターで、このコロンとした形が可愛くて気に入っています。続いてリビングの方を見ていきたいと思います。リビングと寝室を仕切るスライドドアの前には IKEA で購入したソーデルハムンというソファーを置いてあります。ベッドとしても使えるくらいの大きいサイズで、あぐらをかいても余裕で座ることができます。ソファーの下にはアンカーのロボット掃除機を見えない形で設置してあります。照明はですね、ライティングレールとスポットライトを組み合わせています。この4つあるエジソンスマートというスポットライトなんですけれども、 Wi-Fi 経由でインターネットに接続されているいわゆるスマート照明なので、スマホですとかスマートスピーカーからオンオフや明るさの切り替えができます。スポットライトに限らず、この空間の照明は全てスマート化してありますので、遠隔操作が可能になっています。最後にですね、デスク周りを紹介しようと思うんですけれども、ここに関しては今までもデスクツアーの動画を何回か出していてお分かりになっている方もいるかとは思うんですけれども、結構こだわりが強くてですね、細かく紹介していると長くなってしまうので、また別に1本動画を作ろうと思います。なのでここでは簡単に紹介していきます。一人暮らしの時は横幅160センチのデスクを1つ置いていたんですけれども、2人暮らしを始めるタイミングで横幅120センチのデスク2つに変更しました。デスクは2つとも IKEA のトロッテンというシリーズのデスクですね。椅子は以前から欲しいなと思っていた糸置きのバーテベラを彼女と僕で色違いで購入しました。リビングにおいてもこのオフィス感の出ない優しいデザインが気に入っています。デスクそのものですとかデスク周りのアイテムは前回のルームツアーから変化している部分があるんですけれども、こだわっているポイントは変わっていなくて、アイテムを白系統の色で統一していることと、配線をできるだけ見えないようにしていることですね。やっぱりケーブルが乱れているとどうしても心が落ち着かないので、配線を整えるということに関しては結構頑張りました。ちなみに PC は彼女が MacBook を使っていまして、自分は Windows のデスクトップ PC をデスクの上にあるモニターに移して使っています。このデスクの向かい側に先ほど紹介したソファーがありますので、このソファーに座りながらデスクの上にあるモニターでサッカーの試合を見るというのが僕の日課になっています。ちなみにこのうちにテレビはないんですけれども、2人とも別に必要ないと思っていますし、今後も買うことはないかなと思います。ということでですね、これで一通りルームツアーということで紹介させていただきました。はい、いかがだったでしょうか。紹介したものは抜粋して概要欄にリンクを貼っておきますが、それ以外でも気になるものがありましたらコメントいただければ回答するようにします。マイペースではあるんですけれども、引き続き動画を作っていきたいと思ってますので、また次の動画でお会いしましょう。
では最後までご視聴ありがとうございました。はるしかでした。